今日は音に関することについて学んでもらう。もらった。確実に正解をいただきました。音の元プロですから。サイレンを鳴らしている救急車が目の前を通り過ぎると急に音が低くなるよな。この現象を何というかわかるか？ドップラー効果。正解だ。よっしゃ。音は縦波だ。波の幅が狭くなれば高音になり、広くなれば低音になるという性質がある。救急車が遠ざかると自分と救急車の間の波の幅が広くなっていくから音が低くなったと感じるんだ。へえ。音の元プロが感心するなよ。本日もフェーズ1の訓練です。うへー。はい。同じ部隊長とは思えない反応の差だな。うちの部隊の方がすごいはずなんですけどね。昨日の訓練で皆さんはポイントアルファまでのルートを制圧完了しました。今日はその先にあるポイントベータ、菜の花台展望台までのルートを制圧することが目標になります。ポイントベータの制圧に成功すればフェーズ1訓練は終了です。今回は特に一機火星の攻略が重要視されます。戦闘速度を意識してください。そういうのやってない。やってもらいます。戦闘速度を上げる方法は判断力の向上よ。味方が何を考えて何をしようとしてるのか常に複数パターンを予想しておきなさい。特に茅森さん、あなたの指示が全体を動かしてるのよ。私？なんだと思ってたんだよ。まあ分かってはいるんだけどさ、なかなかうまくいかなくて。自分に余裕がないと感じたらその場面だけ誰かに指示を任せるのも手段の一つよ。例えば前線で枚数が足りないなら泉さんに指示を預けて支えに行くとかね。ユッキー、その全力ですがるような目やめてくれ。もちろん任せっぱなしはダメよ。でもあなたたちの練度は確実に向上しているからそんなに不安にならなくていいわ。勝った。この勝負もらった。ずっとそれくらい前向きでいろよ。私からは以上よ。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。さあフェーズ1最後の日だ。頑張るぞ。すげえやる気だな。いつもそれぐらいの頼もしさでいろよ。本当に葵も見習わなくちゃ。茅森さん、12時の方向に敵へ。やるとしますか。よっしゃー行くぜ。スムーズにやってやるに。皆さんは31へのバックアップです。前に出ないでください。葵、こっちは大丈夫だからイチゴたちのサポートしてあげて。はい。ワクブルです。これでいけるはずよ。こいつありがてえ。切り刻む切り刻む切り刻む。何ですか。黒焦げにしてやるぜ。結局切り刻むんだ諜報員を敵に回すとこうなるの。倒せたな。すみません。葵たち前に出過ぎてなかったですか？大丈夫。やられたキャンサー後を濁さずってな。かっこつけてるが意味わからなさすぎてバカみたいだからな。ここら辺がポイントベータやな。ってことは
これで訓練は終わりだな。展望台からやったーって叫ぼうぜ。それを言うならヤッホーやろ。誰の肺活量が一番すごいか見せつけてるわ。緊張感ゼロだな。おめでたいやつらにエミュレーションお疲れ様でした。ポイントベータまでのルートの制圧を確認。フェーズ1訓練は成功です。よし、感じやですね。見たかユッキー、ざっとこんなもんだぜ。誰にどやってんだよ。隣で戦ってたわ。31A の皆さん、ありがとうございました。あたしらのおかげだろ。当然だにゃ。迷惑かけてなかったでしょうか。つまらん。事故でも起きればいいのに。いい感じね。どっちの部隊もちゃんと自分たちの意見や要求を相手に伝えることではっきりした指針を持って行動できているわ。じゃあ本日の訓練はここまで。皆さん、お疲れ様でした。なんだかんだで今日も疲れたな。でもこのままじっとなんてしてられねえな。これから騎馬戦か。頑張れよ。ちげえよ、何考えてんだよ。葵のことだよ。心配じゃねえのかよ。待て待て。お前の普段のノリに合わせただけなのに、そこまでキレられると理不尽すぎて、この先お前とやっていけるのか不安になる。あたしらなら大丈夫だよ。最高のコンビじゃん。何不安になってんだよ。なるよ、いきなりキレられたら。それ言うならユッキーもじゃん。私は理不尽にはキレない。あたしもだ。言い返したいのは山々だが、時間の無駄だ。そういうことにしておこう。そうだな。もしゲームならスキップされちまう。私がいるから大丈夫です。どこから来るその自信は。話戻さんか。自分らほっとくとクソつまらん漫談ずっとしよるからな。一向に話進まんわ。ひでえ言われようだ。そうね。31B、チームワークバラバラみたいだし、心配。よーし、あたし一人で話してくる。どうする気だよ。それは。デヘベリン鼓動をぶっ壊すため。デヘベリン鼓動をぶっ壊すため。賛成だ。その後を新たに立て直すよ。新鮮さを取り戻したいんだ。ぬか喜びだったま、その間に葵の心の声を聞きに行く。二度と戻ってくんな。まあ、私に任せておけよ。繊細な部分にそっと潜り込んでいくのは得意なんだ。この中で一番向いてる。一番無神経で気まぐれな人間なのにな。己への過信がすげえな。ルカさん、ガンバ。ああ、みんなもうの頑張れよ。頑張らねえよ。はあ、まったくあいつはいいやつなのかただの変なやつなのか、どっちだ。ただのおせっかい焼きさ。まだいたのかよ。普通いないものだろ。あいつは何か用ですか？葵がどこにいるか知らない？葵さんなら飲み物を買いに行きましたよ。ああ、こっちに葵は来てねえよ。葵の居場所なんて知らないにゃ。さっさと帰りにゃ。ん？葵？興味はないが通り過ぎた気もするな。というわけなんだが、そこんところどうなんだ？
ません。難しいですね。まだ心は開けないということか。と言われましても、というわけなんだが、そこんところどうなんだが第一声では何も汲み取れないというのが正直なところです。頑張ってはみたのですが。そうか。カクカクシカジカ的に間引いたつもりだったんだが、ドラマのようにはうまくいかないものだな。はい、現実ですので。確かに。こんなところで立ち話もなんだ。場所を変えよう。はい。白子はもうみんなのところにお帰り。私は大丈夫だから。みんなとも仲良しになる時間が必要でしょ。ほんと頭がいいやつだな。夜風が気持ちいいので学舎の方まで歩きませんか？じゃあ先歩いてて。すぐ追いつくから。はい。葵はまだ買ってないな。飲み物買っていこう。葵に追いつこう。学舎の方だな。広場までちょっと距離あるけど、あそこは雰囲気もいい感じだからな。綺麗な夜空が見られそうだ。お、待っててくれたんだ。行きましょう。ほい、おごりだ。飲めよ、缶コーヒー。ありがとうございます。それと、こいつもお裾分けしてやるよ。一本どうぞ。タバコですか？それはダメです。ちげえよ。シガレットチョコだよ。あ、チョコでしたか。ブラックコーヒーと合うぜ。では、いただきます。なんだか、ちょっぴり大人の階段を登った気分です。そいつはよかった。で、話って何でしょうか？ちょっと前に、あたしら昔話で盛り上がったんだ。あたしはこうだった。いや、俺はこうだったとかさ。俺っていうお仲間さんがいらっしゃるんですね。うん、ユッキ。男らしい方なんですね。ユッキーは男らしいよ。男の中の男よりも男らしい女だ。褒めてるんですよね。もちろん。あたしがユッキーのことを悪く言うわけないじゃん。でも、二人はここで初めて会ったんですよね。ああ、ついこの間会ったばかりだけど。それでもうそんなに親しくなってるなんて、人見知りな葵には真似できません。あたしだって人見知りだぜ。お、コーヒー鼻から吹き出した。だって絶対ないようなこと言うんですもん。人見知りだったらこうして会いに来てくれることもないはずですよ。鼻かませてください。どうぞ。ズズー。そのズズーで思い出した。はい？まだ世界がまともだった時代にラーメン屋でラーメン食ってたらさ、隣の女性客がさ、結構な若さだったんだけど、食い終わったらその場で鼻を噛み始めてさ、ズズーズズズズーズズズズズズーズズ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 ー。どこまで続くのってぐらいに長くてさ。はい。服装も今時の格好をしててさ、化粧もしててさ、なのにすぐ隣でそれやられてさ、こっちはドン引きだよね。もしそいつがおっさんだったらブチギレてたところだったよ。女だから見逃してやった。はい。で、葵はどんな人生を歩んできたんだ？今の話
必要でしたか？私の思い出を話してからの方が話しやすいかなって思ってさ。狙った効果は出なかったです。そうか、なかなか難しいな。葵の人生ですか。そうですね。とても平凡です。とてつもなく平凡です。そんな可愛い顔してんだから浮いた話の千や万あるだろ。絶世の美女か。ツッコミも可愛らしいな。誰かを好きになるようなことも誰かに好かれるようなこともなかったです。どうして？いわゆる勉強の虫でしたから。勉強が好きだったのか？葵自身は特には。ただ両親が教師だったのでいい点を取ることでしか褒められなくて、それにハイパーサイメシアだったので暗記だけは得意でした。お前の元気はオラのもの的な？全然違います。一度見たものをずっと覚えていられるという特殊な能力です。パンのない暗記パンのようなもんじゃん。そうですね。ずっと欲しかったんだよ、そんな能力。そんないいものではないですよ。そうかな。それで毎回テストは満点でした。ほら、いいじゃん。でもそれだけだったんです。得意なのは暗記した回答を埋めることだけ。他に取り柄なんてなかった。みんなは得意なものがあったり夢中になれるものがあって何かを成し遂げようとしていた。いろんなことを暗記できたけど葵自身は空っぽだったんです。それに気づいた時には愕然としました。親と同じ教師になる夢とかは？個人的にはそれもなかったです。でも今は 31B の部隊長だ。それなりにやりがいを感じているんじゃないのか？茅森さんはそうなんですか？超楽しい。やっべえ、早く戻ってあいつらとUNOして。きっとお仲間さんに恵まれたんですね。かもな。でも葵は茅森さんのようには慣れていなくて。まあ見てたけどさ、31B のお仲間さんとうまくいっていないようだったな。巻き込んでしまってすみませんでした。いや、あれは別に私が遊びたかっただけだし、気にすんなよ。優しいですね、茅森さんは。んなことないよ。最初部隊長に任命された時、葵にも全うすべき役目があてがわれたことが嬉しかったんです。みんなをまとめて引っ張っていこう。誰も死なせないように頑張ろう。それが葵の生きる意味なんだ。そう決意を固めました。でもできなかった。葵には向いてなかったんです。みんないなくなっちゃって一人きりで立ち尽くしていて、そんな光景がずっと続いて、それは終わりのない地獄のようで、どこまでも続いていく悪夢で。そんな不安にさせてるのか、あいつら。ここは葵のためを思って。己の信念を信じろ。信念。そう、みんなをまとめて引っ張っていこう。誰も死なせないように頑張ろう。それが葵の生きる意味なんだろ。ならその信念を信じて突き進むんだ。それを信じる力なんてもう湧いてこないんです。仲間があんなだからか？違います。葵にその能力がないからです。じゃあ私が信じる。葵の力を私が信じる。少しぐらい力が湧いてこないか？茅森さんは葵を必要としてくれるんですか？ああ、私には葵が必要だ。あ、でもユリとかそういう意味じゃないよ。はい、葵もそんなつもりで聞いていません。誰だよユリとか言い出したの。茅森さんです。あれ、そっか。デーペリンか。何ですかそれ。見ろ、受けたじゃないか。なぜユッキーがここにいない？デーベリンコには人を笑顔にする力があった。私は間違っていなかった。これからもやり続けていく。茅森さんは楽しい人ですね。そうかい？和んでもらえたならよかった。それに
葵を必要としてるのは白虎もだと思うぜ。そうかもしれないですね。ありがとうございます。少しだけ前向きになれました。だったらよかった。じゃあもう一つ聞かせてくれ。何でしょう。役不足の意味は？ああ、勘違いしやすいですよね。その人の力量に比べて役目が不相応に軽いことを意味していて、力不足とは正反対の意味なんですよね。役不足ながら部隊長を務めさせていただきますなんて挨拶したら、みんなを見下して皮肉ってることになっちゃいますから、注意してくださいね。じゃあ役不足ながら部隊長を務めさせていただくとするよ。役不足の使い方、おそらく間違ってるからな。そう挨拶しちゃってた。すでにしちゃってましたか。あとは確信犯とかもすごく間違って使われやすいですから、注意してくださいね。ああ、注意するよ。バカだなんて思われたくないからな。はい。日本語って怖い。外国に生まれたかった。その外国も今では次々と滅ぼされていってますけどね。そうだった。日本に生まれてよかった。でも果たして人類存亡をかけた戦いの最前線にいること、それが幸せかどうかは別ですよね。それでも前線に立ち続ける理由は、ただ隊長に任命されたから？やっぱ断れなかったの？今は何でしょう。今は誰も死なせないように頑張ろうってことじゃなくなってるのか？それはもちろんです。でもきっと無理です。葵にはそんな力ないですから。おいおい、私には葵が必要って告ったばかりなのに振るなよ。振ったことになっちゃいますか？ああ、なるね。ユッキーなら愛が殺意に変わっていただろ。いえ、葵はそんな期待に応えられるよう頑張ります。いや、そんなビビられても。いえ、茅森さんが信じてくれるなら頑張ります。できる限りですが。ああ、いいよ、できる限りで。できないことはできないでいいさ。気楽に行こうぜ。はい。とりあえず次の作戦が終わったらさ、祝杯あげようぜ。3-1A の皆さんとですか？二人っきりでこっそりと。一人きりの地獄なんてその時にはもうない。そうですね。じゃあ楽しみにしてます。遅くなっちゃったし、そろそろ戻りますか。茅森さん、嬉しかったです。話を聞いてくれて。祝杯楽しみです。よ、どうだった？話してきたよ。結構大変だったけどさ、最後は完全に私に心を開いてくれた。ユッキー、嫉妬しないで聞いてくれ。死んでもしねえよ。マジで？葵に、私にはお前が必要だって告っちまったんだけど。のべつ幕なしやな。修羅場だわ。違う！そんな目で見るな！そうか、ルカがそう決めたならそれでいいじゃないか。嫉妬ね。変な意味じゃないから安心しろよ。変な意味だったら怖えよ。嫉妬ね。だから違う！ほら早く言えよ。叫び疲れてきたよ。テーペリンコ？ちげえよ。そうだ、テーペリンコが受けたんだよ。なんでそんな時に限ってユッキーいないんだよ。やっぱこの言葉が世界を平和にするって確信したよ。なら軍やめてテヘペリンコを伝えて歩く伝道師にでもなりゃ。
待て待て、それってさ、もしかしてすげえ距離歩くことにならないか？交通網はズタズタだからなるよ。そう言われるとなんか自信なくなってきた。セラフ使ってキャンサー倒した方が近道だろうよ。考え直した。そうする。よしよし、こんな誰も得しない話題二度と持ち出すんじゃないぞ。あいつの戦う理由はな、マシュマロを食べまくり、一瞬この世にマシュマロの存在しない時間を作りたいだ。何その理由？この世に一瞬マシュマロが存在しない時間を作ることに何の意味があるの？マシュマロ好きを絶望させる機会な。そもそも一人じゃ不可能よ。焼いて処分するならまだわかるけど、食べまくって消すなんて。どんな大食いさんでも都内のマシュマロですらお腹に入りきらないでしょ。絶対そんなこと言ってないだろ。うん真剣な話してんだからふざけるな。ごめんなさい。で、本当は何なんだ？あいつの戦う理由はみんなをまとめて誰も死なせないように頑張ることだった。リーダーとして至極真っ当な理由ね。でも今があんなんやと先行き不安すぎるで。それについては本人も悩んでる。だから次の作戦が終わったらあいつと祝杯をあげてやろうと思っている。よく頑張ったなってさ。そうね。あたしらは？葵と二人きりでこっそりと。これは修羅場だ。ああ、もう喉ガラガラだよ。ちゃんとその後構ってやるから勘弁してくれよ。気にしてないから。じゃあしゃあない。タマ、うちと祝杯あげるか。おお、ナイスアイディアです。ちゃうわ。別に何も言っていないのに。ルカと泉の時と同じ目で見てくるからわかるわ。そう。じゃ、私たちも二人で乾杯しましょうか。朝倉さん。はぶられたもんね。どんちゃん効果。不正解だ。音の元プロが外すなよ。ライブが終わった夜はいつもそんな状態だったんだよ。未成年だろ。そして不正解を認めろ。正解はドップラー効果だ。ドンシャリ効果。不正解だ。音の元プロが外すなよ。低音と高音ばかりやたらに強調されるオーディオの設定がそう呼ばれてたんだよ。不正解を認めろよ。正解はドップラー効果だ。テヘベリン鼓動を開くため。テヘベリン鼓動を開くため。そんなもの啓蒙しにかかるな。閉ざせ。葵の心の声を聞きに行くんだよ。全く違うことを言ってるからな。テヘベリン鼓動を永遠に閉ざすため。テヘベリン鼓動を永遠に閉ざすため。ついにか。嬉しい。その時を待っていた。その後新たに開くよ。新鮮さを取り戻したいんだ。深い喜びだった。ま、その間に葵の心の声を聞きに行く。二度と戻ってくんな。心のドアを開くため。心のドアを開くため。まだ一回話しただけじゃん。本当の心の声が聞けるのはこれからさ。そう簡単に心を開いてくれるか？任しとき。コテンパンにしばいてるわ。喧嘩売りに行くわけじゃないからな。ってすげえデジャブだよ。同じツッコミ二度させんな。心のドアをぶっ壊すため。心のドアをぶっ壊すため。廃人になるわ。
その奥にある心の声を聞くためだよ。なら普通に開けに行けよ。壊してやるなよ。ナイスハッキング。何もしてねえわ。心のドアを永遠に閉ざすため。心のドアを永遠に閉ざすため。引きこもりになるわ。その奥にある心の声を聞くためだよ。なら閉ざすなよ。開けよ。心の声から遠ざかるだろ。ナイスハッキング。何もしてねえわ。トイレのドアを開くため。トイレのドアを開くため。トイレか。行ってこい。葵の心の声を聞きに行くんだよ。全く違うことを言ってるからな。トイレのドアをぶっ壊すため。トイレのドアをぶっ壊すため。やめろ。風紀が乱れまくるわ。葵の心の声を聞きに行くんだよ。全く違うことを言ってるからな。トイレのドアを永遠に閉ざすため。トイレのドアを永遠に閉ざすため。やめろ。衛生的に恐ろしいことになるわ。葵の心の声を聞きに行くんだよ。全く違うことを言ってるからな。葵はどんな人生を歩んできたんだ？葵の人生ですか。そうですね。とても平凡です。とてつもなく平凡です。ああ、手がかかる連中だけどな。やりがいは感じてる。それは良かったですね。ただ、凄惨な過去だけは拭い去れないけどな。過去に何かあったんですか？ああ、辺り一帯に人が。思い出すだけで。倒れていた？いや、拳を振り上げて盛り上がってた。どんな状況ですか？ライブ。楽しいんじゃん。相変わらず可愛いツッコミだな。ユッキーのツッコミ超乱暴だから見習ってほしいもんだ。あたしらが何とかする。何をする気なんですか？ユッキーと二人で脅してくるだけだよ。葵に迷惑かけてんじゃねえよって。仲間を脅さないでください。ああ、言葉が悪かった。〇〇〇してくる。〇〇〇って何ですか？伏せないといけないぐらいまずいことやるんですか？もういっそ殺してくれっていうぐらいむちゃくちゃに〇〇〇してきてやんよ。そんな恐ろしいこと絶対やめてください。恐ろしい？大喜利だぜ。大喜利？もういっそ殺してくれっていうほどの大喜利？そう、こっちにはユッキーをはじめお笑いセンスの高い奴らが揃ってるからな。センスのなさを死ぬほど味合わせてやんよ。それはすごく平和的ですが、やめてください。それも本来葵がするべきものなのでお願いはできません。大喜利を？大喜利は元からしません。そんなことしてもらってもその場しのぎにしかなりませんし。そうか？葵が頑張るしかないことですから。そっか。じゃ、恐喝してくる。さらにひどいです。注意だ注意。それも本来葵がするべきものなのでお願いはできません。昨日はユッキーがいなかったから言うこと聞かなかったんだ。ユッキーの圧すごいから。いるだけですごいから。だから圧をかけないでください。そんなことしてもらってもその場しのぎにしかなりません。そうか？葵が頑張るしかないことですから。そっか。注意してくる。それも本来葵がするべきものなのでお願いはできません。昨日はユッキーがいなかったから言うこと聞かなかったんだ。ユッキーの圧すごいから。いるだけですごいから。だから圧をかけないでください。そんなことしてもらってもその場しのぎにしかなりません。そうか？葵が頑張るしかないことですから。そっか。それでも前線に立ち続ける理由はただ隊長に任命されたから？やっぱ断れなかったの？いえ。みんなをまとめて誰も死なせないように頑張ることだった。リーダーとして至極まっとうな理由ね。でも今があんなんやと
先行き不安すぎるで。それについては本人も悩んでる。だから次の作戦が終わったらあたしらだけでもあいつと祝杯をあげてやろうぜ。よく頑張ったなってさ。そうね。もちろん。ちなみにアルコールは禁止だからな。キッチン便利グッズを発明して世間のお役に立ちたいだ。そんな主婦のような感覚で命を懸けて戦っているというの？そもそも今の人類がキッチン便利グッズなんて欲すわけないだろ。本当にそう言ったのか？かなり脚色した。真剣な話してんだからやめろ。ごめんなさい。エミュレーションお疲れ様でした。今日の目標であるポイントベータには未到達。訓練は失敗です。フェーズ1でつまずくようでは先が思いやられます。配置部隊の再編成を愚信します。やだ。私は認めないぞ。認めなさい。はい。断固たる決意を持って取り組んでもらいたい。出撃開始。そういえば今日からオペレーションプレアデスが始まるんだっけ？もう始まってる頃だろうな。結局あの後再訓練もなかったし、私ら無力だ。まあ反省してできることから始めるしかないな。緊急連絡。新種キャンサーレッドクリムゾンの出現によりオペレーションプレアデスは失敗。作戦に当たっていたセラフ部隊は全滅。町田ドームは甚大な被害を受け壊滅しました。基地内のセラフ部隊員は総員出撃準備してください。そんな嘘だ。